皆さんこんにちは。パトチャンネルの須藤です。どうぞよろしくお願いいたします。いよいよと言いますか、とうとうと言いますか、2025年度第1回日本留学試験の結果が発表されたかと思います。結果はいかがだったでしょうか。皆さん、引きこもごもだと思いますが、ぜひですね、頑張ってください。そして、第2回日本留学試験の出願の締め切りが今月の31日となっています。ですので、出願する人は早めに出願するようにしていきましょう。よろしいでしょうか。はい。そこで今回はですね、このタイミングでですね、今後の皆さんの大学進学、大学入試のスケジュールについて、入試カレンダーを元にしてお話ししていきたいと思います。また、これからカレンダーがですね、こちらの横の方に流れていくと思うんですけれども、見ている方によってはですね、スマートフォンとかの小さい画面で見てたりすると思いますので、この動画の解説、説明欄、コメント欄からその元となったカレンダーの PDF ファイルをダウンロードすることができるようになっていますので、ぜひですね、そのファイルをダウンロードしてお使いいただけたらと思います。そのダウンロードのカレンダーですけれども、別にそれでお金よこせとかそういうことは一切言いませんので、ぜひですね、ガンガンダウンロードして、バンバン使ってください。そして、周りの友達にも紹介してもらえると、このチャンネルも嬉しいですので、ぜひよろしくお願いいたします。また、ちょっと注意点なんですけれども、実は私の勤め先が東京なもんですから、この大学入試の情報の方も、東京を中心とした首都圏、関東地方の大学の入試カレンダーとなっています。ですので、他の地域の大学を受験する留学生の皆さんにとっては、参考にしかならないかと思いますが、どの地域もですね、特別選抜で実施される外国人入試ですので、大体同じような時期に出願とか試験が行われる。こんな感じで用意していただくとよろしいかと思います。よろしいでしょうか。それではですね、早速ですが、まずはこちら。大学の出願受付の締め切り日を表したカレンダーになっています。って言っても、7月何も書いてないんですけれどもね。ちょうどこの動画をアップしたのが7月23日ですので、このカレンダーで言うと、ここですね。それ以前は今、ちょっと色変わりましたけれども、これ以降の予定についてお話ししたいんですが、実はですね、こちら、ちょっと見てください。これ6月のカレンダーなんですけれども、実は6月の19日にすでに早稲田大学の出願の受付が締め切りになっているんですね。残念ながらこれから出願するとなると来年のまた6月ぐらいにならないと出願できないっていう形なんですが、この早稲田大学は出願がとにかく早いっていう、ちょっと特殊な例ですので、行きたかった留学生は残念ながらお疲れ様でしたということで、他の大学を探すようにしましょう。で、戻ると、31日が第2回の日本留学試験の出願の締め切り日になってますので、これ、時間とかもありますので、注意して用意するようにしてください。では、8月見ていきましょう。こちら、8月になります。いくつか大学の名前が並んでいますが、その大学の名前が書いてあるその日が、その大学の出願の受付の締め切り日になっています。この日が締め切りですので、実際には短くて2、3日前から、長ければ2週間以上前から出願の受付をしている、出願登録の受付をしている、なんていう形になりますので、この日が締め切り日だから、と考えずに、事前にこの日が最後の日だということで準備をしっかりしていくようにしましょう。これ見てわかる通りですね。6月の留学試験が7月に発表されたら、即、受付が始まって締め切りになるなんていう大学が出てくるんですね。こちら、注意してください。次は9月です。9月になると、一気に大学の出願締め切り日が増えていきます。これらの大学の名前が書いてあるその日が、その大学の出願受付の締め切り日になりますので、この日の次の日に出願しても受け付けてもらえません。注意してください。9月です、これ、9月。
そして、このカレンダーよく見ればわかると思うんですが、緑色で書かれている大学の名前があるんですね。この緑色の大学は国公立大学になります。ということは、お話しませんでしたけど、黒い字の大学は私立大学になっています。ここをぜひですね、確認してください。ですので、もうこの9月の段階で緑色の大学、国公立大学の受付が始まるなんていうところもありますので、ぜひここら辺しっかりと注意して準備していくようにしましょう。はい。続いて10月です。10月になるとやはりこのようにですね、出願受付の締め切り日が増えていきます。これらの名前が書いてあるその日がその大学の出願受付の締め切り日です。本当に注意してください。7月に結果発表されて、もう10月になるとこれだけの大学が試験の出願受付が締め切られてしまうんですね。ここをよく見てもわかる通り、緑色の名前の大学いくつか出てますので、これも合わせて注意するようにしていきましょう。そして、11月です。もう一度言います。これは大学の出願受付の締め切り日を書いた、締め切り日を示したカレンダーです。これだけたくさんの大学が出願の締め切りをしてるんですね。そして、ここ注意してみてください。11月の9日です。この日が第2回日本留学試験の日になっています。どういうことでしょうか？この日に日本留学試験の第2回目を行うということは、結果は12月に出るんですね。で、この11月で出願受付の締め切りをしている大学のほとんどがこの11月の留学試験を出願条件として認めていません。認めてないんですよ。ですので、この11月の試験の成績でここに書かれている大学を受けようとしても無理なんですね。特に国公立大学で言うなら、東京外国語大学と千葉大学の教育学部医学部以外の学部すべては6月の留学試験で出願しなければならなくなっています。ですので、この11月9日の試験を受けて、結果を見てから出願しようとしても、もうここまで見てきた出願受付締め切りの大学には出願することができないんですね。この点、ぜひ注意してください。そして、12月、こういうふうにね、出願受付がちょぼちょぼあるんですが、もうここら辺の受付となると、年明けの入試の受付となっていきます。で、カレンダーの下の方は冬休み、年末ということで、大学の方も冬休みに入りますので、空白がね、多くなっているかと思いますが、はい、続いて1月です。1月、緑色の国公立大学の出願の受付がちょっと増えていますけれども、何度も言いますが、注意してください。国公立大学は年明けだなんて考えずにですね、きちんと出願の締め切り日確認して準備していくようにしましょう。特にですね、EJU とかその他の書類は揃っても、国公立の場合、ほとんどというよりも全ての大学で英語の外部試験を要求してくるんですね。この英語の外部試験の成績の提出が間に合わなくて出願できなかったなんていう留学生が毎年いて涙を飲む結果となっていますので、そこら辺もとにかく早めに準備して、年明けだからいいやなんて考えずに、早めに準備して出願するようにしていきましょう。そして2月です。もう2月になるとですね、各大学の募集も2期募集、3期募集、下手すら4期、5期募集なんていう、すでに1、2回入試が終わった後の入試の出願の受付となりますので、実際この出願で合格する合格者の数っていうのは、年内の1回目、2回目の合格者の数よりもガクーンと少なくなってしまいます。ですので、ここら辺の出願を考えるよりは、年内の出願、それも9月、10月あたりの出願で大学入試を勝負した方がいいと思います。で、ここら辺ですね、何度も他の動画で言ってますので、今年もちょっとお話できたらと思うんですが、一応参考までにですね、こ
ここに出てるリンクのですね、去年のカレンダーなんて見てもらうと、ね、6月の留学試験と11月の留学試験の、重要性の違いっていうのがわかるかと思いますので、ぜひ参考までにご覧ください。で、今出たリンクっていうのは、やっぱりこのこの動画の解説欄からも見に行くことができますので、ぜひ参考にしてください。とりあえず出願の受付はこんな感じで進んでいます。そして、最後の3月ですね。ここら辺になるとですね、もうビザ、在留資格更新のことを考えて、慌ててる留学生がほとんどになるんですね。3月で来年度どうするかっていう進路とか在留資格が決まっていないと、ちょっと焦るか、もう帰国するしかないな、なんて形になってくると思いますので、ぜひここら辺の出願は当てにせずというか頼りにせず、最後の最後に行うんだ、なんていう気持ちでいるようにしましょう。よろしいでしょうか。以上、ここまでですね、出願の締め切り日のカレンダーお話ししましたが、何度も言うようですけど、これ、ね、説明欄、解説欄からですね、ダウンロードできるようになってますので、ぜひダウンロードして使ってください。また、これ、動画アップしたのが7月の23日ですが、最終的にこのカレンダーを編集したのは7月の20日、20日でした。そして、その後、動画を作成、編集していますので、この7月20日の段階で、募集要項が確認できた大学の情報しか載っていません。ですので、知っている大学の名前がこのカレンダーにないなと思ったら、まだ募集要項が出ていないっていうふうに考えてください。特にですね、外国人留学生に人気の国立大学の埼玉大学なんてのは、もうちょっと後にならないと募集要項が発表されませんので、その頃ですね、もう一回確認するという形にしていただけたらと思うんですが、引き続きですね、このカレンダーは定期的に更新、改定、バージョンアップしていきますので、その都度ですね、こちらのチャンネルの方で告知しますので、ぜひよろしければチャンネル登録してその情報、改定の連絡を待つようにしていただけたらと思います。いかがでしょうかね。これはちょっと個人の感想になるんですが、こういうカレンダーですね、毎年私作ってるんですね。ところがですね、今年はですね、なんか知らないですけど、この第1回日本留学試験の結果が発表されるこの時期になっても募集要項が発表されていないっていう大学が多いんですね。例年の 1.5 倍くらいですか。例年はもうすでに募集要項が発表されていて、カレンダーに記載されているなんていう大学が今年は記載されてないなんてことがちょくちょくあったんですね。とにかくこの後ですね、定期的にこのカレンダーは改定していきますので、本当によろしければですね、チャンネル登録して待ってていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ということで、今は出願の受付の締め切り日のスケジュールについてお話ししました。続いてはですね、出願の資格、特に EJU 日本留学試験と JLPT 日本語能力試験の関係について少しお話ししたいと思います。それではまたお会いしましょう。グッドラック。